サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ、健康料理研究家の青です。今回は旅レポートと市場へ GO を合わせてお届け。タイ新南部と呼ばれるナラティワート県とパッタニー県をご紹介します。個人的にはこの2県の訪問でタイ全77県を制覇した記念すべき旅となりました。帰りに立ち寄ったソンクラー県の早いも合わせて紹介します。ナラティワート県はマレーシア国境にあり、パッタニー県はナラティワート県の北に隣接しています。今回の旅は1泊2日で3つの県を縦走しました。ナラティワート空港に昼頃到着。送迎サービスのカウンターがありました。私は事前に運転手付きのレンタカーをお願いしてました。運転手はハギャイから来るそうです。空港の様子は普通だなと思ったのですが、同行者によると銃を構えた兵士が何人もいて、ちょっと緊張したと言っていました。観光はあまりフラフラしないで2カ所だけ。まずは綺麗だと有名なビーチを目指します。空港から南へ約30分のアオマナオカオタンヨン国立公園アオマナオビーチを目指します。割とすぐに市内に出ました。時計台です。どこの県に行ってもありますね。でもなんかこれがあると安心しますね。車窓からはのんびりした風景が見られます。今回ナラティワートに行ってきたという話をすると、昔マレーシア国境を越えて行ったことがあるとか、住んでいたという人が何人かいて驚きました。新南部の問題が深刻化する2004年より前には、もっと気軽に訪れられる場所だったようです。今回私はあまり危険な地域という印象を持つこともなかったのですが、2004年に住んでいた方はあまりに危険でバンコクに移り住んだと言っていました。その頃に比べたら今は随分落ち着いているのでしょう。それでもまだ時々爆破テロなどが発生しますので、皆さんに旅行をおすすめするわけにはいきません。とりあえずこの動画で旅行気分をお楽しみください。ビーチに到着です。インフォメーションセンターには誰もいませんでした。国立公園で山もあってハイキングにも良さそうですが、時間が読めないのと暑いのとでパスすることにしました。とりあえずお腹が空いたのでビーチに並ぶ屋台で注文。その時の動画が消えちゃって雰囲気を伝えられません。残念。あまり選択肢のない中で3人でシェアして食べたのはフークチンとかソムータムとかヤムマーマーやいろんな果実の漬物などなど。ランチなのでね、これくらいでいいんですけど、やはりビールなどは売ってなくて、海を見ながら乾杯というわけにはいきませんでした。おやおや、ヤギですね。なぜこんなところにヤギ？あらあら、ゴミを漁っちゃってます。お腹空いてるのかしら。どうもヤギとビーチが結びつかなくて、なんか不思議な感じがしました。ビーチは静かで綺麗です。バンコクから来たというグループに撮影を頼まれたら、日本人ですか？こんにちは、ありがとうと話しかけられ、こんなところで日本語を聞くとは思わずびっくり。日本ファンが増えてるなら嬉しいですが、日本人がいないからと下手なことは言えないなぁと思ったり。海も綺麗でしたが、空の青さが印象的でした。校外学習の生徒さんが山の方から降りてきていました。山も面白そうですね。
ビーチを後にして次の目的地へ向かいます。訪れたのは木造のワーディ・アルフンセンモスク。いろんな呼び方があるようです。英語とタイ語で300年という名がついていますが、実際に建立されたのは1624年だそうなので、もうほぼ400年ですね。東南アジアで最古の木造モスクだそうで、釘を使わずに建てられていて、歴史的にも芸術的にも貴重なモスクのようです。Google マップの口コミを見てたら、静かで美しいというだけでなく、のどかで人々がとてもフレンドリーと評判でした。この中に入っていいか近くにいたおばあちゃんに聞いてみたら、イスラム教徒でなければダメとのことでした。やはりそうかと残念がっていたら、おばあちゃんがこの後どこに行くんだいと聞くので、パッタニーに行くと答えると、パーチョーの滝に行くといいよと勧めてくれました。調べたらすぐ近くです。急ぐ旅でもないので、とにかく行ってみることに。駐車場から少し歩いたところに滝の入り口の看板。左右どっち？わからないまま人が多い方へ進みました。川が見えてきたので、こちらで間違いないでしょう。着いたのかな？ナムトッパー町と書いてます。階段を降りると川で遊んでる人がたくさん。楽しそうで羨ましい。土曜日だからか思ったより人がたくさんいます。滝の音が大きくなってきました。立派な滝です。気持ちいい。これは見事。ずっと見てられます。滝壺で泳いでいる人たちもいます。いいなあ。この上まで登ってみたいですね。季節によって水量が全然違うようで、この水量の滝を見られたのはラッキーでした。いつまでも眺めてるわけにもいきません。そろそろ移動することにします。滝を満喫した後はパッタニーのホテルに直行です。こちらはパッタニーの時計台。やはり時計台がありましたね。なんだか派手に飾っています。ホテルに到着です。部屋はこんな感じ。エキストラベッドを入れて3人で合宿気分です。この時点で夕方5時くらいでしたので、早速街を散策しながら晩ご飯の店を探します。まずはホテルの人に勧められたグリーンマーケットを目指します。意外と言ってはなんですが、おしゃれな店がたくさんあって驚きでした。テロ活動が激しかった頃は、ただ街を歩くのも怖かったようです。もしかしてテロがあったから新しい綺麗な店が多いなんてことがあるんでしょうか。お寿司屋さんです。何軒か目にしました。人気のようですね。こういう寿司スタイル、すっかりタイに定着しましたね。マーケットに到着です。中に入っていきます。洋服や雑貨もありますが、食べ物がメインのようです。奥の方、屋外に出たらすごい人。思った以上に広いです。
これは全部見て回るのは無理かな。食べたいものもありましたが、この後すぐ晩ご飯なんです。眺めてるだけでもなんかお腹いっぱいな気分。市場を通り抜けて夕食のレストランを目指します。外パンという名前の大きな店です。表に魚が並べられています。注文をし終えたところに若い男性スタッフが来て、日本人ですか？僕、日本大好き、アニメ大好きですと話しかけられてまたびっくり。多分彼は日本人に会うことはなかなかなくて、勇気を出して話しかけてきてくれた感じでした。ちょっと感動。そして改めて日本人がいないからと、下手なこと言っちゃいけないなぁと思いました。この店はビールも飲めて料理も美味しくて大満足。店を後にして再びマーケットへ。まだ賑わってますね。なんか南部に来てからやたら串焼きが目につきます。こうした焼き鳥だけでなくソーセージやスイーツまで。またお寿司屋さんですね。たこ焼き屋までありました。これはトルコのケバブですね。デリバリーのピックアップやお持ち帰りの人も多いです。賑やかな市場を後にして早めにホテルに戻ります。出入り口のパイナップル屋さんで食後のデザートをゲット。おばちゃんがとても愛想が良くて面白かったです。帰り道にまた可愛いお店を発見。宿で飲むビールとつまみを買い出します。これは行きの時点でビールがあることも閉店時間もしっかりチェックしてたのでした。ムスリムの人が多いとコンビニでも酒が売られてなかったりするんですよね。コインランドリーですね。なぜかあちこちにありました。2日目の朝はパッタニーの市場へゴー。地図で見ると市場がたくさんあったのですが、次の観光スポットであるパッタニー中央モスクのすぐそばにある市場を覗いてみました。ゲートをくぐってみたら広いですね。3棟の建物が並んでいます。奥から見ていきましょう。わかりやすく表示がありますね。アーハンタレー、シーフード売り場です。南部の県は調味料や料理に魚が上手に使われています。ホテルを9時にチェックアウトしてきたので、ちょっと遅かったかもしれません。この市場は朝5時オープンです。魚の名前は詳しくないのでスルーさせてください。売り子さんは女性が目立ちますね。確かヤラー県のベートンでもそうでした。別に南部に限らないかしら。肉類のコーナーにやってきました。こちらはヌアウア、牛肉の売り場です。こちらはヌアガイ、鶏肉売り場です。イスラム教徒が多いので豚肉はないようです。こうして見ると市場の広さが伝わるでしょうか。これはカレーなどのペーストですね。アーハンプルンス、加熱された食品ということでしょうか。隣のコーナーへ移動します。アーハンヘン、乾物売り場のようです。食事するスペースもあるんですね。隣の建物に移動しましょう。猫発見。
この日初めて会った猫です。アーカン山第3ビルに来ました。こちらは野菜と果物の売り場です。四角豆、トカドヘチマ、青パパイヤがなんか豪快ですね。生姜科は南部の料理でよく使われます。まあまあ見慣れた野菜が多いですね。本来米、果物売り場です。ここでユニークなものを発見。これ何ですかね。チョコレートマンダリン。甘くてジューシーなようです。スイカが美味しそうですね。リンゴをよく見かけますが、輸入でしょうね。タイでの栽培も試みられてはいるようですが、これは何でしょう。バナナってことは誰でもわかるでしょうが、なぜこんなに黒いのでしょう。甘くするために熟させたのか、それともこういう品種なんですかね。出ました。南部名物の砂糖豆。砂糖豆も見られたので、一番はこの辺で終わります。次に訪れたのが本日のメイン、パッタニーの観光名所、中央モスクです。市場から歩いて3分。パッタニーの中央モスクは、1954年から9年かけて建立されたタイで最も美しいモスクと言われています。パッタニーというと、中央モスクが綺麗だよと多くのタイ人に言われました。残念ながら中まで見ることはできませんでした。金曜や土曜の礼拝には国内外から3000人もの人が集まることがあるそうです。夜のライトアップも綺麗だそうですが、今回はこれにてパッタニーを後にします。早く本当の平和が訪れて気軽に来られるといいですね。実は予定していたパッタニーの海辺の公園が閉鎖されていて、予定を変更して早めにハジャへ移動。運転手がおすすめするレストランでランチしました。大きくて立派なレストランで料理も美味しかったです。これはミアンプラガポン、スズキの揚げ物、チャプルーという葉に包んでいただきます。青いマンゴーの甘酸っぱいタレでいただきます。いろんなミアンを食べましたが、こんな食べ方もあるのですね。すごい豪華ですが、前菜としていただくもののようです。砂糖パッガピコン。砂糖豆とエビをガピというエビ味噌で炒めたものです。アンチャンライス。バタフライピーの花で色付けされています。青いご飯って日本人には不思議ですが、タイ人にとっては目にも髪の毛にも健康にもいいご飯で、しかも綺麗で美味しそうとなるようです。これも南部名物のバイリアンの卵炒めです。ヤンパック、山菜のピリ辛サラダです。これだけは想像と違ったものが出てきてあれでした。フライトまで時間があるのでハジャイの公園に来ました。広くて綺麗なのですが暑いです。展望台があって上まで行くと大仏様がいました。展望台までは歩いても来られるようです。大仏様はハジャイのお街を見守ってくれてるようですね。ここからハジャイの街を一望できます。ソンクラセントラルモスクが見えます。観光名所にもなっていて、ライトアップが美しいそうです。ゴンドラに乗ってみることにしました。向こう側に着いたらお寺がありました。車でこちら側に来ることもできるようです。ゾウさんがたくさん祀られていました。
そろそろ旅も終わりです。いかがでしたでしょうか。新南部の平和を願いながら、このレポートはこの辺で。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。それではこの辺で。サワディーカー、コップマーク